こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、また投稿の間を大きく開けてしまって申し訳ありません。ぼちぼち充電が終わったので再開しようと思います。リアルで充電してたのね。まあともかく、息抜き企画を不定期にしたらモチベーションが戻るかと思ったら、どうもそっちが原因ではなかったようでして。やっと自分探しで足りなかったものが見えてきたの？はい。マイクラを止めている間に、私に深刻なゲーム離れが生じていたんです。で、試行錯誤の挙句に物は試しと別のゲームに手を出したら、あっさりテンションが戻ってきました。まあいいけど。さてと、前回ですが、クラフトしたりめさったりして、ピラミッド9層分の建築材の用意が完了するところまで進めています。そして粘土集めでは落下耐性が役立つことを学びました。前向きな表現だけど落ちたのは下向きよ。で、今回は建築ターンです。さて現在のピラミッドは76層まで。最後に積んだのは雪ブロックでした。工事進捗は 71.2%、すでに残り3割切っています。集めにくい建築材ばかり残っているけどね。で、今から積むのはこの9種類で、計6000ブロックちょっとです。それだけだと、進捗の伸びは 6% ほどかしら。そんな感じです。さて、もう雲の高さを超えているんですよね。思えばこわごわせずに雲の高さまで登れないかなみたいなこともこの企画を考えた一要因だったと記憶しています。前作のブロックの塔では何度も落下死したものね。自分で飛び降りて。ともかく、雲の上まで登る時に全く高所の恐怖を感じません。ここまで仕上げてきた回は確かにあったようで、微妙に感無量です。微妙なんだ。まあ思ったほどには。さてでは、77層目は作業台から。これ多分また、カエルやかまどみたいに右に流れていって脳みそが辛くなるんですよね。まだカエル扱いなんだ。はい。この企画では本来の機能を使うことはないドロッパーは、絵柄としての認識で十分という結論です。で、1分ほど積んでいたあたりでやはりというか、作業台が脳内で勝手に右に流れ始めました。この錯覚は対処のしようがなくて、気持ち悪いです。テリーも一緒に右に流れて打ち消せば、問題は解消するわね。その手段ではどこまで私は右に流れればいいのでしょうか。そして最初の角を越えたところでちょうど太陽が正面に。太陽に意識を集中させることで作業台酔いの軽減を図ろうと試みます。ちなみに、作業台から見える日没はとても幻想的なんですよね。まあ作業台がなければもっと綺麗なんだけどね。そして作業台作業を10分ほどこなしたところで、もう少しで一周です。シフト押しっぱなしだとやっぱり時間かかるのね。なお、この時点で早くも左手小指がつりそうになってきました。松明で散々鍛えていたはずなのですが、最近のブランクで小指がやわに戻ってしまったのね。さて、うっかりしていました。さっきは建築用の地図を持参していなかったです。相変わらず物忘れが激しいわね。いえ、あくまでこれはブランクのせいです。この地図忘れたことはごくたまにしかありません。そして最前線にトンボ返りして、ピラミッドを往復したわけね。いい運動になります。さて、この9枚セットの詳細地図、そろそろ北3枚は埋まりそうなんですよね。今は地図と地図との境目付近なのね。縮尺の大きい地図もこんな感じです。さて5分ほどで青い羊毛を積み終えて、79層目に積む青いガラスの下準備の、松明設置かつ左手小指鍛錬作業中に、ふと気になりました。そろそろ、ピラミッドの対岸が見えるんじゃないでしょうか。もう端っこはここまで見えているんです。確かにもう少しで見えそうね。マイクラの表示はチャンク単位なので、おそらく対岸に積んだブロックがチャンクの境目を越えたあたりで見え始めるはずです。北3枚の地図が完成するのと時期がほぼ重なりそうね。さて、
15分ほどで松明を設置し終え、青いガラスに取り掛かり始めたところです。地図上の左側の白点はダミーで、現在地は南中央です。なんでダミーが表示されているの？さあ、ともかくこのすぐ南の地図がこちらです。いよいよ村が含まれる中央の地図に進出となるわけね。ほんとあと少しです。そして、誰が何と言おうと青色の色付き粘土を積み始めた矢先に、ついに、中央の地図にピラミッドが進出しました。80層目がチャンクの境目だったのね。ブランクの3ヶ月を除くと、1年がかりでやっとここまで来たことになります。そして80層目の折り返し地点を過ぎたところでさらに、対岸だ。ついに対岸が目視できる日がやってきました。でも、描画距離を伸ばせばとっくに見えていたでしょうに。今の描画距離設定は、マイクラが快適に動く私のパソコンのほぼ限界です。さらに、最後の角っこを越えたところで地図を何気に開いてみたら、色合いでわかりにくいですが、西端に青粘土のブロックが伸びています。北3枚だけでなく、西3枚の地図もすでに完成していたのね。しかも同時期に。この80層目は、北も西もちょうどチャンクの境目だったようです。これが偶然だったらえらく偶然です。16分の1を引き当てたことになるわね。となるとやはり、このピラミッドを建てた位置からの必然でしょう。ピラミッドの建築場所は、村の井戸が中心になるようにしたので、村の井戸の生成場所がポイントなんです。で、目分量で見た感じでは、村の井戸はチャンクの北西に生成されている様子です。まあでも本当かどうか念のため検証すべきね。別の村にもう一つピラミッドを建てて。ちょっとご勘弁願います。さて80層を完成させて拠点に戻ってきました。ようやく9枚セットの地図のうち、5枚がお役御免となります。試しに飾ってみたところ、中央の地図に侵食したのは80層目からで間違いないようです。それ知っておけば、次にピラミッドを建てる時に目安にできるわね。だからご勘弁を。というか、また建築中にバージョンアップされると凹みます。さて再び最前線に戻り、81層目です。鉱石資源を積み込むのはこれが初めて。どうせ積むなら TNT のすぐ近くに積んだ方が良くない？残念ながら、TNT はエンダーマンが持ち運べるブロックなので100層以降に積む予定にしています。で、あっけなくレッドストーン鉱石も積み終わり、これで、ピラミッドの高さとしては折り返し地点に達しました。そういえば完成は164層予定だったわね。この時点で工事進捗は 75% となります。さらに、水色の羊毛もサクサクと積み終わり、また左手小指の鍛錬の時間がやってきました。結構辛いです。松明といえば、そろそろ久しぶりに夜のピラミッドを拝んでもいいんじゃないの？よく考えるとあれ、村人がゾンビ化するかもしれないんですよね。まあ全滅しない限りはいいのですけど、しばらく村に寄ってないですが、いずれ村の湧き潰しもしないとなりません。さて、ここらで気づいたのですが、ピラミッド北側からだと、相変わらず対岸が見えないんです。向こうはチャンクの境目がまだなのね。ところが不思議なことに、松明の上に水色ガラスを設置中には、ほぼ同じ場所から対岸が見えてます。あら、チャンクの境目が原因ではないということ？どうもまだ、理解しているようで理解してない複雑な仕様が、マイクラにはあるようです。そして、最後にあろうことか水色の粘土を積み上げて、工事進捗は 76.8% に達しました。今回の建築ターンは異常ね。中央の地図進出といい、高さの折り返しといい、対岸といい、今回の建築では数字以上の進展があった感触です。で、今なんでジャンプしたの？上機嫌だったのでつい。さて、今回はここまでとなります。ピラミッドはこんな感じで、もう村にだいぶ接近しています。
まあ確かに。建築材集めとしては後半戦に突入です。次の収集ターンは95層までを考えていて、カラーブロック以外は赤サガンシリーズと、そろそろネザーのソウルサンドに着手しようかなと思います。赤サガンは前に積んでいなかったかしら。ハーフブロックだけは積み込み済みです。というわけで次回はメサかネザーか田舎暮らしのいずれかを。さて最後に実は、たまには別ゲームの投稿もしてみようかと考え始めています。ついにマイクラが息抜きにならなくなったのね。ついにというか前々からだったのでしょうね。自覚症状がなかっただけで。まあたまにはということで、時々適度に研究熱を発散できればと思ってます。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。